こんにちは。ビヨンド動画クリエイターのクレメアです。この動画ではビヨンドに興味がある人向けに14日間無料トライアル登録方法ビヨンド日本語マニュアルを入手する方法についてお伝えいたします。結論から言いますと、ビヨンド14日間トライアル登録方法はビヨンドの公式サイトから登録、ビヨンドの日本語マニュアルを手に入れる方法はアニメデモというサイトのメルマガに登録することになります。お急ぎの人は動画の概要欄のリンクから各自でご登録ください。ということで、今回の動画の目次は以下の通りです。この動画をご覧の方はそもそもビヨンドが何かわからないという方が多いことも想定されるため、ビヨンドとは何か、初期費用はどれくらいなのかなどの基本情報を交え以下の7項目を紹介させていただきます。ビヨンドを簡単に説明すると、キャラクターや小道具を配置して初心者や未経験者でも簡単手軽にアニメーションを制作できるツール、それがビヨンドということになります。ビヨンドはアメリカの Go アニメ著者が作ったアニメーション制作ツールです。アメリカで作られた製品のため、基本的な操作画面は全て英語で表記されています。素材を並べて映像を作ることがメインで、パワーポイントやキーノートに近い操作感です。私は Adobe のプレミアやアフターエフェクトなどを使ったことがありますが、それよりもかなり簡単にアニメーションを作ることができます。ビヨンドにはビジネスフレンドリー、ホワイトボードアニメーション、コンテンポラリー、これら3つのスタイルが搭載されています。ビヨンドの3つのスタイルにはそれぞれキャラクターアクション、小道具、テンプレートが搭載されており、それぞれの数を合計すると合計で1万9000種類以上のテンプレートもしくはキャラクターアクション数などがあります。ユーザーはこれらのテンプレートを使って動画アニメーションを作っていくことになります。また、ビヨンドは日本語のフォントが使用可能であり、画像や動画のアップロードも可能です。こちらの右に見える動画は私が撮影した動画ですが、このように動画をはめ込んでアニメーションを制作することができます。そして、ビヨンドはクラウド型サービスなので、Google Chrome などのブラウザサービスで使うことになります。インストールは不要であるということです。また、パソコンとインターネットにつながる環境、この2つは必ず必要となってきますのでご注意ください。実際に使っていますと、平日の夜などネット環境が混み合う時間帯には動作が重くなったり速度が遅くなったりしますので注意してください。続いて、ビヨンドを使うのに必要な初期費用について解説していきます。いろいろな人が様々な解説をしていますが、基本的に押さえるべきは以下の4つです。どこから買うのか、期間はどれくらいか、プランはどれにするのか、いつ買うのか、これらをしっかりと理解して自分の要望に合った買い方をすれば OK です。今回の動画ではざっくりと解説していきます。日本語しかできない、翻訳も不安という方は日本の代理店から買うと良いでしょう。ただ、日本の代理店を経由して買うと、プランはプロフェッショナルプランのみ、そして期間は1年間、価格は税込みで年間16万5000円となります。代理店から買う分、手数料が5、6万円余分にかかっていますので、代理店のサポートをしっかりと使いこなしたいという方におすすめです。ビヨンドを買うもう一つの方法は公式サイトから買う方法です。公式サイトから買うと、エッセンシャル、プレミアム、プロフェッショナル、エンタープライズ、これら4つの選択肢から選ぶことができ、期間も月契約、年契約の2つから選べます。価格も基本的にここで買うのが最安値であり、ビヨンドクーポンで検索しクーポンを適用するとさらに安く買える可能性があるのでおすすめです。ちなみに最安プランで買うと、月に最安で49ドル、今のレートで換算すると月に約5240円支払うことで使うことができます。また、多くの説明動画ではビヨンドを使うには10万円程度必要と表現していますが、これは正確にはプロフェッショナルプランで期間は1年間で、公式サイトから契約した場合に10万円ではなく999ドル、直近のレートに換算すると10万7000円が必要ということになります。参考までに、私は公式サイトにて年999ドルのプロフェッショナルプランにて加入しました。ちなみに私が購入した時は適用されるクーポンコードはなく、また公式サイトからの購入はクレジットカードにて購入可能となっていますので参考にしてください。ということで、ここからは私が実際に加入しているプロフェッショナルプランを前提にお話しさせていただきます。続いて、どんな作品が作れるのかが気になる人も多いと思いますので、私が作ったものを具体例に解説していきます。私が最初に作った動画はこちらのビジネスアニメ活用 PR 動画です。動画時間は1分ちょっとで BGM のみ、音声や効果音などは入れていません。このアニメーションは基本操作を3時間ほどで理解してから作り始め、ビヨンドを始めてから約3日ほどで完成しました。そして実際にこの動画の制作にかかった時間は合計で12時間ほどになります。内訳はリサーチに2時間、絵コンテ構成に4時間、動画編集に6時間ほどです。この中で時間がかかるのは前半のリサーチ、絵コンテ、構成になります。
逆に言うと動画編集の部分はやればやるほど作業時間が短縮されることが想定されるので、あまり問題にはなりません。ちなみに今ご覧いただいている動画が私が作った2本目の動画になります。続いて、ビヨンドが向いている人、向いていない人について。まずは向いている人の方から紹介していきます。まず、教育者や専門家、ビジネス PR やプレゼンテーションを作る人、これらの人々は自分の表現手法にアニメーションが加わることでかなり恩恵を受けることが想定できます。また、ビヨンドの操作画面は英語表記なので、英語ができる人もしくは翻訳ツールを使える人におすすめです。ビジネスとしてはアニメーションを活用したい自営業者、経営者の方にとってはかなり有用なツールとなり、今後数ヶ月または1年間の間で多くの企業で導入されると予想されます。あとは顔出しをしない人やオフラインで営業ができる人、こういった方々にもおすすめです。続いて、向いていない人について。ビヨンドが向いていない人は簡単に稼げると思っている人です。ビヨンドを使えば稼げるわけではないのでご注意ください。また、英語が全くできない人は操作画面が英語なのであまりおすすめしません。また、ビヨンドは無理して始めるものでもないので、初期費用を払えない人はまずお金を貯めてから検討することをお勧めします。これは作業環境に関わる話ですが、ネット環境が整っていない人、もしくは PC を普段使わない人は使わなくなることが想定されますので、やめておいた方が良いでしょう。そして何を作ればいいか想像できない人も同じく使わなくなるのであまりお勧めしません。これについては別の動画で詳しく話す予定ですが、ビヨンドだから見られると思っているだけの人は気をつけた方が良いです。これらは私の個人的なざっくりとしたイメージなので、あくまで参考程度にしてください。続いて、体験版でできることについて。体験版でできることは、写真や動画などの外部データのアップロード、キャラクターや小道具、ドラグの挿入、テキスト、BGM、効果音などの挿入、エフェクトの設定、カメラワークの設定、テンプレートの選択、作成した動画のリンクのシェアなど、基本的に動画を制作するための全ての機能を使うことができます。体験版は2週間使えますので、実際に自分が作ってみたい動画を試しに触りだけでも作ってみることをお勧めします。体験版でできないことは、動画の出力、ビヨンドロゴを消すこと、キャラクターの一括変換、フォントの追加などです。これらの機能は実際にビヨンドの体験版を使ってみてからぜひ製品版で試してみてください。ビヨンドの14日間無料トライアル登録方法に関してですが、まずは動画の概要欄にあるリンクからビヨンドの公式サイトに飛んでください。その後、自身のメールアドレスとパスワードを記入してサインアップの手続きに入ります。Google や Microsoft の決算録後のアカウントでも入りますが、基本的にはメールアドレス、そしてパスワードの記入をお勧めします。サインアップの手続きを継続する際は以下の項目を記入するようにしてください。実際に記入する際はぜひ一時動画を停止して自分のペースで記入していただければと思います。すべての箇所に記入をしたら一番下のサインアップフォアフリートライアルのところをクリックして次のページに進んでください。サインアップの手続きが終了したら自分のメールアドレスにビヨンドからメールが来ていますので、そちらのアクティベートボタンを押してください。その後、Making a Video is Easy という画面が表示されたら14日間無料トライアルの登録完了です。最後に日本語マニュアルを手に入れる方法に関してですが、まず動画の概要欄からアニメデモというサイトに飛んでください。その後、そこに書かれているビヨンド使い方マニュアルがもらえるメールマガジンの方に登録してください。そしたら自分のメールアドレスにビヨンド使い方マニュアルが届くようになります。自身のペースでビヨンドの使い方を学ぶ上で非常に参考になるものですので、ぜひ受け取ってみてください。最後に少しお時間をいただいてチャンネル紹介の方をさせていただきます。このチャンネルではアニメーション動画の力をあなたにをキャッチコピーとしてビヨンド動画制作をテーマにした動画制作をしていきます。配信内容としてはビヨンドの基本情報、使い方、活用法、アップデート情報、もしくは動画制作関連の仕事術やシナリオ作成法について動画を作っていく予定です。コメント欄も参考にしながら動画制作を進めていきますので、ぜひコメントいただければと思います。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。